べく省略して描いていきたいと思います。大体のあたりをつけました。では塗っていきます。彼岸花をマスキングしない場合は、後ろから描いてしまうと、彼岸花を重ねて描くことになってしまいますので、手前のですね彼岸花を先に描いてしまいたいと思います。彼岸花、細かい花ですのでこれぐらいの筆でやっていきたいと思います。色は真っ赤を作りたいんですが、赤を作るときは、ホルベインの12色の絵の具ですとクリムソンレーキとバーミリオンヒューですねを混ぜて、これを混ぜると赤くなりますので、赤という色を作っていただいて、これで描いていきます。彼岸花は花びらが3、4、5、6とあります。風景の場合の彼岸花はあまり細かく取らないでですね、この花びらが何枚かあればこんな風に書いてあると彼岸花に見えると思いますので、彼岸花風という感じで描いていきたいと思います。タップグリーンで真ん中にこの花をつなげる芯がありますので、この芯をですね描きます。かなり明るい鮮やかな、茎をしていますので、この茎の部分はパーマネントグリーンナンバー1も入れたいと思います。そして下にこんな風に伸ばします。面相筆に変えて、そしてこの、長いですねおしべとめしべを描きます。1本だけ長いのがありまして、それがめしべになります。ではこんな感じでですね、手前にあるいくつかをね描いていきたいと思います。通常6が一番多いのかなと思いますね、花の数が。
はい、そして、まだ他にもたくさん、彼岸花がありますので、これは省略ですね。色をですね、隙間に置いてください。そして、彼岸花がたくさんあるように表現します。で、なるべく重ねないようにね、気をつけて、今描いている、彼岸花を重ねないように気をつけて赤を入れていきます。はい、じゃ少し陰影をつけたいと思います。クリムソンレーキとウルトラマリンですねを少し足して紫がからせます。ちょっと細かい作業なんですが、これを、この小さい彼岸花のですね、描いたところですね、これの中心に暗い色を入れておきます。はい、そしたら、省略している彼岸花の茎をですね入れます。ちょっとこちらも、色に変化をつけて、このサップグリーンにちょっとこのクリムソンをですね、赤を入れて緑を渋くします。これをまた隙間に入れていきます。こうすることで奥にあるですね、茎を表現していることになります。はい、そしてこの緑も隙間にですね、色を置いていきましょう。ちょっとウルトラマリンも出します。少し暗くしてですね、隙間に入れていきます。おしべの先端を茶色にしていきます。ウルトラマリンと、茶系を混ぜます。シャドウグリーンを足して暗い色を作って茎の陰影をですねつけます。はい、では風景の方ですね、後ろの方を塗っていきます。水を引きます。筆をこちらの筆に持ち替えました。セルリアンブルーです。ちょっと色を渋くしますね。円形の、田んぼなんですけども、稲のがありますね。稲を入れていきます。イエローカーとこの辺の緑を少し混ぜて、ちょっと黄色も入れますかね。まだ刈られてないですね。ちょっとここを乾かさないといけないので、少し待ちます。緑入れる前に道路ですね、道路のところをちょっと入れていきます。茶色とウルトラマリンですね。これでグレーを作っていただいて、これを薄塗りで塗っていきます。ちょっと水たまりとかあるんですけど、省略して青空の風景にしちゃいます。それからここが緑ですね。まずこちらの、周りの草から入れていきます。サップグリーンをここの、イエローカーがあるところにサップグリーンを足して、ちょっとオリーブがからせてですね、これを塗ります。ドライブラシ気味で塗ります。こちらの色にですね、茶色を少し足して、ここにも入れていきます。ドライブラシで入れていきます。草なんですけど、あまり草というふうに描かないでですね、ざっと
ドライブラシで塗ります。そしてウルトラマリンをこちらの色に足して、これはウルトラマリンとイエローカーでいいですね。緑が渋くなります。この色を葉の中にですね、草の中に入れていきます。ここで一旦土手でですね、ちょっと区切られてますので、シャドウグリーンと茶色でちょっと暗い色を作ってですね、一旦ここで区切りをつけちゃいますね。そしてこの下の方にも少し暗い色を入れていきます。こうするとこことここがちょっと分かれると思います。ではですね、こちらの木の方も入れていきます。茶色とイエローカーで下塗りをします。ちょっと、何か色を混ぜたいですね。緑色でいいですかね。この緑のところに入れて、この太い幹の下塗りをします。細い幹も一応入れておきますか。では一旦乾かします。はい、乾かしました。では円形のこの森ですねを入れていきます。ウルトラマリンとイエローを足します。少しクリムソンも足します。陰影をつけます。ではこの色をですね、こちらの、手前の彼岸花にも入れていきます。この色をですね、もう少し黄色を入れて明るくして、このあぜ道のところにも入れていきます。ちょっとカサカサさせたいので、こちらの筆でここですね、ここをカサカサと入れていきます。陰影をつけます。この辺にも少し入れますね。茎を強調したいと思います。パーマネントグリーンナンバーはちょっと茶色入れて渋くした色をこの隙間入れますかね。ちょっと緑が見えてますね。それから、木ですね。木の陰影をつけます。暗い色を作って、木のですね、反対、こっちから光で、左にですね、暗い色を入れます。
ちょっとはっきりさせたいので濃くですね色を作ります。はい、では全体が出来上がりましたので、最後にですね、この彼岸花のこの赤と赤の隙間のこの白ですね、目立ってますので、ここに少し赤をかけたいと思います。軽くお水を置くような感じでですね、引いていただいて、あまりこう撫でてしまうとね、色が溶けてしまうことがありますので、ポンポンと置いていただいて、これはちょっと赤をかけてしまいたいと思います。これで終わりでもいいんですが、少しですね、工夫してオペラとローズマダーにしましょう。ローズマダー、そしてバーミリオンですね。この隙間のですね、白をこう潰す感じで色を入れていきます。全部潰す必要はないんですけども、トントンと置きます。この筆でやってますので、かなり水っぽいですね。水っぽい色でこう上からねかけてますので、色は濁らないです。こんな風に最後ねこれで調整していただくと、かなり彼岸花密集してるので、この方がイメージが合うかなと思います。そうしましたら、こちらにですね、ここの部分にすごく赤が多いので、ちょっと赤を少し入れます。では、乾かします。はい、では乾かしました。ちょっとこの辺の赤が多すぎるかなと思いますので、ちょっと上から緑をかけます。サップグリーンです。ちょっとウルトラマリンも足します。では今回は今の季節に咲いている彼岸花の風景を描きました。参考にしていただければと思います。